さんこんにちは、みさとです。私は今名古屋駅にいます。今回は JR 東海の全線が普通列車乗り放題の JR 東海夏の乗り放題切符で旅をします。これから乗る列車は8時22分発の中津川行きということで、まずは中央本線を行きます。中津川行きの入線です。夏の乗り放題切符は2日間有効ですが、初日の今日は名古屋から出発して金山がゴールです。もちろん1駅で終わりではないです。この先中央本線を行きますが、塩尻までは巻き急ぎ気味の動画で行きます。8時22分名古屋駅を出発。一瞬気になる情報が見えましたが、なんとかなるでしょう。中津川までの停車駅です。各駅に止まって1時間21分の所要時間。勝川駅の手前で見える城北線、春日井駅を出て見えてくる神陵の車庫。高蔵寺の次の乗光寺駅は庄内川の川沿いの崖の狭い場所にある駅。景色が良いです。次の古古系駅で愛知県から岐阜県に入ります。美濃坂本駅で見える工事はリニア中央新幹線の岐阜県内の駅。こうして9時43分中津川駅に到着。実はこの乗り継ぎコース、2年前の青空フリーパスで松本に行った乗り継ぎと同じでした。それだと次の列車はこの電車。この列車が入線前に信濃5号が到着先発します。そして次の列車の10時ちょうど発の松本行き。車内は青春18切符のお客さんが減ったからかもしれませんが、座席が埋まって立ち客がパラパラいる程度。10時ちょうどに中津川の駅を発車。塩尻までの停車駅と時間です。中津川から2駅目の坂下駅までが岐阜県で、次の多良地駅から長野県になります。しばらく近くを流れる木曽川は数日前の雨で濁っています。中央本線ですが一部単線の区間もあります。ここは十二金駅と野尻駅の間です。先ほどこの区間で倒木があったと情報がありましたが、どうやらダイヤへの影響は少なかった模様。津原駅では4分間停車して名古屋駅の特急信濃6号と駅違い待ち。倉本上松間では目覚めのとこを見ました。お盆時期なので帰省の方も多かったのでしょう。大きな荷物を持った乗客も多かったです。青空フリーバスフリー区間の末端の駅の木曽平沢駅を過ぎて、まもなく木曽の山あいを抜けた感じになり、11時51分塩尻駅に到着。塩尻駅で有名な日本一狭い駅そばがあります。お昼時で満席なので改札外待合室の駅そばに行きます。夏の乗り放題切符はここまでフリー区間なので、もちろん自動改札も通れます。待合室側もお昼時で混雑していて行列になっていました。タブレット端末のような食券販売機で注文、イコカも使えました。混んでいましたが待合室のベンチは座れました。そしてそばが来ました。山菜とろろそばです。この日ももちろん酷暑でざるそばにしてもよかったのですが、こちらにしました。さすがの信州のおそばです。美味しくいただきました。ごちそうさまでした。食べ終えた頃には行列は収まっていました。時間があるので塩尻駅を外から眺めてみます。塩尻駅東口です。アルプスワインの看板がある側です。こちらは西口、ロータリーがあるもののお店などがなくてひっそりしています。京上駅舎の通路に上りまして、駅から南側を見ています。右方向が名古屋方面、左方向が東京方面です。今中津川行きが発車していきました。さて次に乗るための切符を買います。夏の乗り放題切符はこの先は使えず、
辰野からまたフリー区間に戻るので、そこまで購入します。辰野までは330円。こうして再び改札内へ。元の計画では13時11分発の飯田行きに乗るつもりでしたが、13時ちょうどに辰野行きがあるのでそちらにします。辰野行きが発車する3番線には日本でここだけのホームにあるぶどう園があるので行ってみます。階段を降りてホームに辰野行きがいたので車内に荷物を置いて行きます。3、4番線のホームの松本寄りにぶどう園はあります。紙がかぶせられ、見た目は収穫できそうですが、撮影した8月は実が酸っぱくて食べることはできないそうです。黒っぽいのがワインに使われるメルロー、黄緑なのが生食用でもあるナイアガラです。動画を公開した9月からが収穫の時期だそうです。列車に戻り13時に5分ほど遅れて辰野行きを発車。名古屋方面の中央西線が分かれて行きます。さてこの列車は辰野行き。現在の中央本線は岡山での間に全長 6km 近い塩嶺トンネルでほぼ直線でつながっていますが、トンネル開通前はこの列車のルート辰野を経由して南へ迂回する形で岡谷に抜けていました。こうして塩嶺トンネル方面への本線と分かれて通称辰野線へ進んで行きます。急勾配を登る感じでゆっくり走り、見晴らしの良い小高いところに出ます。カーブを曲がりつつ坂を登る感じで走っています。この先ウトウ峠という標高889メートルの日本海と太平洋の分水嶺があり、峠越えをしています。速度は時速 40km。ウトウトンネルに入り下り勾配になると速度が上がります。塩尻から12分、小野駅に停車。江戸時代の初め頃までは中山道の宿場町でもあり、その後も塩尻から愛知県岡崎への三州街道の宿場町です。下り坂を速度に乗って駆け下ります。右側に線路が撤去された痕跡のある信濃川島駅です。本線だった頃には列車の行き違いもあったのでしょうね。次の停車駅は辰野。この列車の終点です。辰野線はこの先岡山までですが、今回の旅の JR 東海夏の乗り放題切符の利用なので、辰野からフリーエリアになる飯田線に乗り換えます。5分ほど遅れての辰野駅到着ですが、次に乗る飯田行きの列車は13時45分発で余裕があります。駅を出て辰野駅はこの駅舎です。ということで夏の乗り放題切符を再び利用開始。これから乗る13時45分発飯田行きが来ました。この列車は終点の豊橋まで行かないので、途中の駒ヶ根まで乗車します。辰野駅を出発です。駒ヶ根まで55分間の旅です。飯田線は豊橋まで 195.7km あり、駅の数は94駅。乗り通すと6時間から7時間近くかかり、2、3分走っては止まる区間も多く、乗車には忍耐力が必要なローカル線です。辰野を出て2分後に最初の停車駅宮城駅に停車。前回の3年前は豊橋を10時42分に出て、辰野の先の岡谷駅まで6時間50分近い旅をしました。さすがにこれは疲れます。今回は直通ではなく途中で乗り換えがあるので気分転換になり、少しは楽かと思います。さて飯田線はワンマン運転ではなく車掌さんが乗務されています。駅はほぼ無人駅ばかりで、降車時に降りるお客さんから切符を回収します。回収後はダッシュで乗務位置に戻られる車掌さん。のんびりしていると電車が遅れますから頭が下がります。
の辺りは盆地である稲谷の北の方で平坦なエリアを列車は速度を上げて走ります。伊那松島駅に停車。ここで乗務員の方の交代がありました。駅の北側には伊那松島運輸区の車庫があります。伊那北駅です。ここでは岡谷行きの列車と行き違い。こんな規模の駅でも無人駅で車掌さんが瞬殺に走ります。こちらが伊那市の中心駅の伊那市駅。飯田線では数少ない有人駅で JR 全線切符売り場もあります。沢戸駅を出ると JR 路線の最急勾配区間があります。駅を出てすぐ加速する列車。この地点を過ぎたあたりから40ミルの区間です。速度が落ちて藤沢川を渡る手前で勾配区間は終了。10秒程度の JR 最急勾配40ミルの区間でした。上り終えるとすぐカーブのため勾配の途中でノッチオフして速度を落としたようです。さて次は下車する駒ヶ根駅です。駒ヶ根駅は大きな駅ですが、駒ヶ根市による委託駅で周回札はなし。駒ヶ岳ロープウェイへのバスが出ているためか観光案内所がありました。ここで降りた理由は駅前のスーパーで夕飯を調達しようと思ったからです。駅弁がないところだと地元のスーパーに行って調達するのですけど、今回おむすびおにぎりを探したのですが見つかりませんでした。お盆時期で置いてなかったのかもしれませんが。ということで駒ヶ根駅改札内に戻りました。次に乗る列車は15時8分発の豊橋行き。久々の213系。車内は転換クロスシートが並んでいます。駒ヶ根駅を発車。終点豊橋には20時16分到着予定です。5時間8分と長い普通列車の旅の始まりです。5時間というと新幹線のぞみ号で東京から博多までと同じぐらいの所要時間です。今まで調子よく飛ばしていたのがカーブとゆっくりな速度になりました。次の駅は田切と言いますが、いわゆる田切という地形です。飯田線は天竜川に沿って走りますが、西側の木曽山脈に向かって河岸段丘になっています。河岸段丘は木曽山脈から流れ出た川によって浸食され、急な崖になったものを田切と言います。現在ではこの手の崖は高い橋、高架橋で直線的に線路を作れますが、昔はそれができないので勾配、崖を避けて迂回する形に線路を敷いているので急カーブの線形になります。まもなく飯島です。この付近で車内の雰囲気はこんな感じ。遅い時間の途中駅発の豊橋行きで、途中で日没になってしまうので乗り鉄される方は少ないのかも。この駅近くにもリンゴが。そういえばここも長野県です。カーブを曲がり込んで到着の上片桐駅。ここも田切地形が影響した線形になっています。
マルティです。出口は右側。こうして停車と発車を細かく繰り返しまして、まもなく飯田に到着をいたします。1番線に到着します。飯田駅に停車。飯田線の主要駅らしく、久しぶりのたくさんの乗車客が見えます。乗務員の方も交代があったようですが、停車時間も短くすぐに発車。ここも田切地形でカーブしながら高度を維持して断崖を迂回します。時俣駅を出ると天竜川が近づいてきます。太平洋までまだまだ遠いですが、すでに大河の貫禄が見えます。レールの継ぎ目のないロングレールな音がしますが、この付近は水害が多発したため線路が付け替えられたそうです。天竜峡駅に停車。観光地である天竜峡の最寄り駅です。辰野から約 80km ほど来ました。豊橋まで残り 120km ほど残っています。そしてここで稲盆地が終わり、天竜峡沿いを走る区間に入ります。一気に山の中に入りました。安岡発電所が見えて門島駅に停車。3分停車なのでホームに出てみます。行き違いの天竜峡行きが来て門島駅を出発。田本駅は周囲に学校があったりしますが、学校ははるか山の上にあるそうです。反対側はすぐ天竜川。ぬ田駅を出てすぐ見える南宮大橋。全長282メートルの優美な斜張橋です。してぐり駅を出るとトンネルが連続します。家が多くなって平岡駅に停車。ここで7分間の停車なので降りてみました。駅というより温泉のフロント、お土産売り場があります。外観はこんな感じ。下の道路から見たところです。ホームに戻ると行き違いの列車が来て出発。さて、中井侍駅までが長野県でした。次の小和田駅から静岡県浜松市天竜区に入ります。長いトンネルに入って出た影響か、窓が曇り出しました。大空駅を出ると飯田線で一番長い5063メートルの大原トンネルです。ちなみに大空から佐久間までの区間はこの先にある佐久間ダムにより線路が水没するため三佐久保川沿いに付け替えられた区間です。トンネルから出るとまた窓が曇ります。
三佐久保駅は窓が曇ったままで見えず、向市場駅と次の白西駅間にある第6三佐久保川橋梁を渡っています。この橋は対岸に渡ると見せかけて渡らないで戻ってくる橋として知られています。空中写真で見るとこうなっています。一旦トンネルを掘りましたが、トンネル付近の地盤が悪く崩壊、変形、山崩れの危険性があったので、代わりにこんな橋のルートになったそうです。白西駅は録画されていませんでした。相月駅、まだ窓が曇ったままです。長いトンネルを抜けて佐久間駅に到着です。そして佐久間発電所を見ながら天竜川を渡り、佐久間ダムによる線路付け替え区間は終了。中部天竜駅です。3分の停車なのでホームに出てみました。乗務員の方も交代のようです。ここで夕飯代わりのパンを食べました。その間に下川井駅に停車しています。浦川駅で行き違いの列車は上諏訪行き。上諏訪に着くのは23時3分だそうです。駅前では盆踊り大会をされていた模様。外はだいぶ薄暗くなってきました。桃園駅から愛知県に入りました。三河牧原駅です。この駅で12分停車です。外に出てみます。もう夕方19時です。ほぼ日が暮れました。駒ヶ根駅から4時間ほど、辰野からだと5時間乗っていることになります。豊橋まであと1時間です。この駅では特急稲地3号と行き違い待ちでした。もう完全に容疑者の雰囲気ですね。長篠の合戦の最寄り駅である長篠城駅。長篠の合戦の際の鳥居常右衛門の最後の地の鳥居駅。あと40分ほどで豊橋ですが、車内の雰囲気はこんな感じです。あと豊橋まで30分を切りました。正直慣れてきています。長い距離時間を走るのはまあ良いとして、200キロ弱の距離に94駅もあって止まっていくので、やっぱり忍耐力がいりますね、飯田線は。すでに豊川市内に入っていますが、さすがに車内はお客さんの数が少し増えてきました。名鉄と乗り換えができる豊川駅、塩尻駅以来の京上駅舎の駅です。お盆時期の夜20時なので、乗ってくるお客さんもそう多くはないですね。あとは牛久保駅、小堺駅に停車。次の停車駅は豊橋ですが、途中の下地駅と船町駅についてはこの列車は通過します。こうして駒ヶ根駅から5時間8分、辰野駅を出たのが13時45分なので、6時間23分かけて豊橋に到着です。豊橋駅の立ち食いそばうどんのつぼ屋さん、22時までの営業だそうで遅くまでやっていますね。そして駅弁もまだ売っていました。半額で売っていまして、20時を過ぎてますが、つい買ってしまいました。幕の内半額で480円でした。次に乗るのは20時34分発の新快速米原行き。幕の内弁当は新快速車内でいただきました。お盆時期の夜の名古屋方面空いています。半額で購入できた幕の内弁当美味しかったです。
名古屋が近づくと混むと思うので早めにいただきました。さて、新快速は金山で降ります。ということで JR 東海夏の乗り放題切符の1日目はここ金山駅で終了。次の動画は乗り放題切符の2日目です。続きの動画もお楽しみに。今回も最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。チャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。評価の方もしていただけると嬉しいです。